はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、Amazon のエコーバッツ第2世代ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。こちらを購入したのが、今年7月の Amazon プライムデーで購入をしました。そこからですね、私のチャンネルだとちょっとですね、レビューはしてなかったんですけども、なぜこのタイミングでご紹介しようと思ったかというとですね、10月30日から始まるタイムセール祭りでこちらのエコーバッツ第2世代がもうセール対象になるということが Amazon の公式サイトでですね、告示されていましたので、実際ですね、このですね、エコーバッツが買いなのか買いじゃないのかというのをですね、ご紹介していきたいと思います。購入してすぐにレビューしなかったことからお察しのように、このエコーバッツ第2世代っていうのはめちゃくちゃですね、素晴らしいモデルかって言われたら、やっぱりですね、もっと上には上がいて、そういうモデルにはちょっと勝てないんですけども、Amazon デバイスっていうのはセールの時にガクンとですね、30% とか 40%、さらにですね、50% 引きになるようなですね、Amazon デバイスもあったりなんかして、そうなってくると話はですね、かなり変わってきて、めちゃくちゃコスパのいいイヤホンに化けるということで、今回ですね、ご紹介していきます。今回はですね、いつものようにがっつりとですね、1から10までレビューをするというよりかは、スペックや価格、そして外観をご紹介した後に、扱ってみてのですね、感想をご紹介して、それからこのエコーバッツのいい部分や悪い部分についてもですね、触れていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心に細かくしっかりとご紹介することをポリシーとして運営しておりますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい、Amazon エコーバッツ第2世代のスペックや価格についてご紹介していきたいと思います。このエコーバッツはですね、ノイキャンや外音取り込みには対応していまして、ワイヤレス充電は対応しているモデルと未対応の2モデルがあります。片耳のイヤホンのみでの使用も可能で、片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続は未対応ですね。Bluetooth のバージョンは 5.0 となっていて、最近だと 5.2、新しいものですと 5.3 のものが出てきているので、ちょっとですね、バージョン古いですね。対応コーデックは SBC と AAC。ドライバーは 5.7mm のダイナミックドライバーが搭載されています。充電時間は15分充電で最大2時間再生可能な充電性能をしています。バッテリー実装時間なんですけども、Alexa オンの時はイヤホン本体で最大5時間、イヤホンケース併用で最大15時間、Alexa オフ時はイヤホン本体で最大 6.5 時間、イヤホンケース併用で最大 19.5 時間となっていまして、他のものに比べるとですね、イヤホンケース併用してもですね、20時間いかないということで、これはちょっと短めかなと思うんですけども、普段使いで通勤や通学ぐらいでしか使わないっていう方ですと、十分なのかなというバッテリー性能になっています。サイズなんですけども、このようになっていて、サイズはですね、かなりコンパクトで持ち運びもしやすいサイズ感になっています。カラーなんですけども、今回ご紹介するグレーシャーホワイトの他にブラックという2色展開となってますね。重量はこのようになっていまして、標準的な重さとなっていまして、イヤホンの本体が若干重たいかなっていう感じはするんですけども、それでもですね、重たすぎるってことはないので、十分合格点なのかなという感じはします。イヤホン防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となっています。その他としましては、Alexa アプリによるファームウェアのアップデートとかイコライザー設定なんかにも対応しています。Alexa も搭載されていますので、Alexa 経由でいろんなですね、家電の操作だったりとか、天気とかですね、そういうのの問い合わせなんかもできるというものになっています。価格なんですが、こちらはですね、セール前の通常の価格となっていますけども、ワイヤレス充電なしモデルが 12,980 円、ワイヤレス充電ありが 14,980 円となっています。この価格だとですね、今だと若干ですね、高いかなっていう感じはしています。他にですね、例えば JBL のライブフリー2とかですと、もっとですね、スペックも高くて、高性能でですね、同じぐらいの価格で購入できるものもあったりしますので、そういうものに比べると通常時ですと若干ですね、高めかなという感じはしています。そうしましたら、外観やデザインについてちょっと見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じになっていて、パカッとですね、上の蓋がですね、結構薄っぺらい感じのケースになっていて、こんな感じになっています。こうやって見てもですね、Amazon って感じは全然見えなくて、裏側にですね、うっすらと Amazon のロゴが入っているんですけども、普通に見ていると Amazon 感はですね、全然なくて、こういう部分はいいんじゃないかなと思います。ここに大きくですね、Amazon のロゴなんかが入っているとちょっと持ちづらいかなと思うんですけども、下にですね、さりげなく入っているぐらいだったら全然いいのかなと思いますね。でケースの質感は結構ですね、さらっとしていまして、チープな感じっていうのはあんまりしなくてですね、こちらもいいかなと思います。ちなみに AirPods Pro と比べるとこんな感じのサイズ感になっていて、こう見るとですね、分厚さがあるかなって感じはしますけども、こういう形状のですね、ケースの中では全然ですね、サイズも大きいってこともなく、コンパクトなサイズ感になっています。
手のひらの上に置いてもこれぐらいのサイズ感ですので、ポケットの中にも入れられますし、十分コンパクトなケースとなってますね。イヤホン本体はですね、こんな感じのシンプルな形状になっていまして、表面に Amazon のロゴですね、こちら入ってはいるんですけども、こちらもかなり色としては薄いので目立たないですから、耳につけていてめちゃくちゃ Amazon のロゴが目立っちゃうって感じじゃないですし、ちょっと遠くから見ればですね、全然わからないんじゃないかなと思います。横から見るとこんな感じで、かなりですね、シンプルな形状をしているイヤホンとなっていますね。裏に行きますと、ここにですね、脱着センサーも搭載されていますので、イヤホンを耳に装着した時に自動の音楽の再生とか、耳から外した時に自動一時停止なんかも行うようなことができるイヤホンとなっています。装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、まん丸いですね、形になっていて、こんな感じに見えますが、この辺とかですね、下の方なんかもちょっと余裕があったりして、耳につけていても痛いって感じはなかったですね。私のお耳っていうのは成人男性にしては若干ですね、小さめではあるんですけども、それでもですね、これぐらい余裕でつけられますし、長時間つけていても耳が痛くなるってことはないかなと思います。ただ、耳の中にですね、大きくですね、ブスって刺さる感じじゃなくて、固定されるって感じじゃないので、軽い運動ぐらいだったら全然いいんですけども、大きく頭振っちゃうとちょっとですね、耳から外れてしまうまではいきませんが、イヤホンがこう揺れる感じっていうのがちょっとわかるかなっていう感じの装着感になっています。装着したところを前から撮るとこんな感じになってまして、耳からもそんなにはみ出てないので、前から見ても全然ですね、違和感があるように見えませんので、こちらもですね、いいかなと思います。で、このイヤホンですね、一通り使ってみての感想としましては、音質にしても、ノイキャンや外音取り込みにしても、通話品質にしても、操作感にしてもですね、どれもそうなんですけども、通常価格の13,000円ぐらいの値段ですね、ワイヤレス充電なしモデルで12,980円ですので、それを考えると、ちょっとですね、コスパは悪いのかなという感じです。全然ですね、それぞれの機能が悪いってわけではないですし、音質なんかもパリッとしたですね、キレのあるサウンドっていう感じじゃなくて、一つ一つの音がですね、ちょっとですね、輪郭はぼやっとしているような感じはしますけども、低音域からですね、中音域、高音域までが割とですね、フラット寄りな感じで聞こえまして、耳の負担なくですね、音楽を聴けるなという感じはしています。特別ですね、このジャンルの楽曲が弱いということもなく、どのジャンルの楽曲にでも合わせやすい音はしているなとは思います。同価格帯のイヤホンなんかに比べると、やっぱりですね、音質なんかも若干ですね、落ちるかなっていう感じは正直ですね、あるかなとは思います。ノイキャンなんかにしても、ノイキャン聴いていることはもちろんわかるんですけども、10段階レベルだったら6ぐらいのですね、ノイキャン性能かなと思っていまして、そういう部分でもですね、通常時の価格ですと最高のですね、イヤホンではないかなという感じはしましたね。また外音取り込みもですね、十分外の音は聞こえますけども、店員さんとですね、会話するにはちょっと厳しいなという思いがあって、外音取り込みにして音楽の音を一時停止にすれば十分会話できるかなという程度の外音取り込みになっています。で、通話品質はですね、こちらはいつも通り Zoom で録音した音声ありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは Amazon エコーバッツ第2世代とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで IT に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、全然悪くはないですし、結構ですね、しっかりと、はっきりとですね、音が聞こえると思うんですけども、後半の方はですね、若干ですね、音がぶちって切れたわけではないんですけども、ちょっとですね、音が小さめになっちゃったなっていう部分もあったりして、こちらもですね、全然悪くはないけども、めちゃくちゃいいという通話品質ではないなと感じています。こんな感じでですね、どの機能も全体的にですね、悪くはない品質はしているんですけども、今のこの価格帯ですとちょっとですね、私的にはグッてですね、来る部分が少ないかなという性能になっているかなと感じています。ここからはですね、エコーバッツのですね、いい部分と悪い部分ですね、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。まず、いい部分なんですけども、一つ目は、アプリでのカスタマイズがですね、結構ですね、しっかりとできるという部分があります。先ほどですね、アプリの部分、あんまりご紹介しなかったと思うんですけども、このエコーバッツ第2世代は、Alexa アプリでカスタマイズをすることができまして、通常だとこの Alexa アプリっていうのは、このイヤホンを使わなくてもですね、いろいろ使えるアプリにはなるんですけども、ここにこのエコーバッツのカスタマイズの項目も現れて、こちらでですね、いろいろカスタマイズすることができるというものになっていまして、上位機種にあるようなカスタマイズ項目もですね、結構あったりなんかして、例えばですね、この即音機能ですね、サイドトーンと書いてますけども、通話している時に自分の声をですね、イヤホンが拾って、またフィードバックしてイヤホンから音を流してくれるということで、普段ですね、こうやって喋っている時のような自然なですね、会話がしやすいというものになります。どうしてもイヤホンをですね、耳につけたままですと耳栓しているようなものなので、自分が喋っていてもですね、うまく喋れているかどうかっていうのは分かりづらい時
時ってあると思うんですけども、そういうのがなくなる機能があったりとか、タップ操作もですね、シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、長押しがですね、こちら先行できますので、この辺もですね、良かったですね。あとはイコライザーですね。イコライザーはちょっとですね、いじれる項目が少ないんですけども、低音域、中音域、高音域がそれぞれですね、カスタムイコライザーとしてこうやってですね、いじることができるというものになっています。ちょっとプリセットなんかはないんですけども、イコライザーもいじれますし、イヤーチップのですね、装着テストということで、イヤホンを耳にしてこれをやるとですね、音が鳴って、イヤーチップがですね、フィットしているかっていうのをチェックしてくれる機能ですね。こういうのもですね、割と高めなイヤホンだとよくついてはいますが、この価格ですと少なめなのかなと思っています。こんな感じのですね、カスタマイズをですね、Alexa アプリでできますので、もともとですね、Alexa のこのアプリが入っている方っていうのは、新しくですね、専用のアプリを入れなくても、これ一つで完結するという部分はとてもいいんじゃないかなと思います。あとはエコーショーとかですね、その辺なんかをいろいろ持っていて、もうすでにですね、これをよく使っているっていう方だと使い勝手もいいでしょうし、この辺はですね、Amazon が作っているということもあって、この辺の連携なんかは素晴らしいかなと思いました。そしてこのイヤホンのですね、いい点の2つ目なんですけども、先ほど使ってみた感想のところでは、ちょっとですね、歯切れが悪いコメントをしちゃったかもしれませんけども、それぞれのですね、項目が60点とか70点ぐらいのレベルでしっかりとですね、整っていて、悪い点っていうのが少ないんですよね。それはとてもいい点かなと思います。せっかくいいイヤホン買っても、この部分だけはどうしても気に入らないみたいなことってあったりするんですけども、そういうこともなく、装着感から音質からノイキャン外音取り込み、操作感、そしてアプリでのカスタマイズとかですね、その辺もそこそこのレベルはですね、しっかりと担保してくれていて、めちゃくちゃ悪いところって少ないんですよね。そういう部分でストレスなく使える部分だと思いますので、それはですね、いい部分かなと思います。それから3つ目のですね、いい部分なんですけども、こちらですね、Amazon の純正のデバイスということで、Amazon で購入するときって、もちろん一括で購入することも可能なんですが、手数料無料の分割払いですね、5回払いで購入することもできます。現在だとですね、ワイヤレス充電なしモデルですと 12,980 円ということで、1万超えてくると結構ですね、負担としては大きいんですけども、分割払いでですね、5回払いというのができますので、1月あたり2,596円 ×5 回払いでですね、購入できるということで、こちらもですね、嬉しいポイントなんじゃないかなとは思います。これ確かですね、セールの時にですね、5回払いってできたはずなので、これですね、活用してみるといいんじゃないかなと思いますね。イヤホンでですね、なかなか分割払いってあんまり聞いたことない気がするんですけども、この辺ですね、さすが Amazon だけあって、しっかりとですね、対応してくれてるっていうのはいいポイントかなと思います。続きまして、エコーバッツ第2世代の気になったところについてご紹介していくんですけども、先ほどですね、あまりデメリットになるところ少ないって言ったんですけども、機能面とかですね、あんまりないんですが、ご紹介していきます。一つ目はですね、ここだけちょっと気になったんですが、こうやってですね、傾けると、パタッとですね、ケースの蓋がですね、閉じちゃうっていう部分があって、イヤホンをですね、出し入れするときなんかは、こうやってですね、指で押さえとかないと、パタッとですね、閉まっちゃうっていうのがですね、この蓋がグラグラしてるっていうのはちょっと気になりましたね。カチッて止まってくれたらよかったんですけども、ここは注意かなっていう部分があります。それから気になった部分の2つ目は、先ほどですね、性能なんかはそこそこのレベルでですね、全部整っていていいよっていう話はしたんですけども、同価格帯のイヤホンに比べるとちょっとですね、落ちてしまうと思うので、やっぱセール時じゃないとコスパは良くないっていう部分ですね。今回ですね、セールのタイミングに合わせてこの動画を出しているので、皆さんご覧になっている頃には、安くですね、なっているかもしれませんけども、通常時の価格で買うのはちょっともったいないなと思うイヤホンになっています。通常時のですね、価格で買うんだったら、こちらですね、JBL のライブフリー2なんかっていうのは、14,000円ぐらいで、性能もですね、素晴らしくて音質やノイキャンや外音取り込みなんかもとても良いので、こっちを買うのがですね、個人的にはおすすめかなと思ったりします。ですので、この動画をですね、見られている方が、今ですね、もうセールが終わっちゃったっていうタイミングですと、次のセールまで待つのがいいのかなと思っていますね。はい。ということで、今回ですね、Amazon エコーバッツ第2世代のご紹介をしてきたんですけども、結論としてですね、このエコーバッツは買いか買いじゃないかっていう話ですと、セール時でしっかりとですね、価格が下がっている時だったらコスパも良くて買いだなと感じています。一方で、通常時の価格帯ですと、私としては買いじゃないなと感じていて、先ほどご紹介したような JBL のライブフリー2とか、あとジャブラのエリート4アクティブとか、そちらを買った方が満足感が高いんじゃないかなと感じています。じゃあ、セール時でどれくらい安くなっていれば買いなのかという話なんですけども、個人的にはですね、30% ぐらいですね、安くなっていれば買いじゃないかなと思っています。ワイヤレス充電なしモデルですと、9,000円以下ぐらいですかね。8,000円台とか、それより
安くなっていれば買いかなと思います。ワイヤレス充電ありモデルですと1万円以下ですね、9000円台とか8000円台とかになっていたら買ってもですね、満足できる可能性が高いんじゃないかなと思いますね。先ほどからもご紹介しています通り、エコーバッツ第2世代はめちゃくちゃですね、音質とかノイキャン性能とか素晴らしいモデルとはですね、正直やっぱり言えないんですけども、その価格がですね、1万円以下とかですね、9000円以下とかで買えるんだったら、やっぱりですね、ライバル機種としてはですね、なかなかいないぐらいのコスパがめちゃくちゃいい端末になりますので、こちらはですね、チェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。初めて完全ワイヤレスイヤホンが欲しいとか、ノイキャン入りのですね、イヤホンが欲しいっていう方ですと、セール時にですね、Amazon デバイスっていうのはですね、ガクンと値段がですね、下がることが多いですから、概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、これからもチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。